今回はこちらの丸い帽子をご紹介します。サイズはこちらの頭回りが48センチで、この中心からこちらまでが 16.5 センチになります。基本的に長編みで編んで、最後細編みで編み終わる簡単な帽子になります。6号針で編んだんですけど、もし大人で編む場合は7号針で編むといいと思います。ご紹介していきます。セリアさんのアクリル並太で編んでいきます。かぎ針は子供サイズで、6号針 3.5 ミリのこちらの針を使用します。最初に輪の作り目から編んでいきます。2周巻いて輪に針を入れて糸を引き出して一回絞ります。立ち上がり鎖1目編んだら細編みを8目編みます。8、そしたら糸を引っ張って動いた方を最初に出してこのように絞ります。はい、最初の目 1,2,3,4,5,6,7,8、 ここが最初の目ですので、ここに糸を引き抜いてから2段目を編みます。2段目からは長編みを編んでいきます。立ち上がり鎖3目編んだら1目の中に2回ずつ長編みを編んでいきます。この立ち上がりの鎖3目は長編み1目に数えますので、最初の目は長編みを1目だけ編みます。そしたら次から2目2回ずつ長編みを1目の中に編み入れていきます。これで 1,2,3,4 目長編みを編んだことになります。これで16目編んでいきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16で16目編みました。そしたら立ち上がり鎖3目で最初の目
がここになるので、最初の目に糸を引き抜きます。はい、そしたら、3段目も同じように1目の中に2回長編みを編んでいきます。立ち上がり鎖3目編んだら、針に糸をかけて、ここの立ち上がりの最初の目に針を入れて長編みを編みます。こんな感じで、そしたら、次の目から最初1目目になるんですけど、この1目目から長編みを2回ずつ編み入れていきます。次の目も長編みを2回ずつ編んでいきます。これを繰り返し編んで、3段目は32目になります。この立ち上がりの鎖3目も長編み1目として数えて、全部で32目になります。そしたら3段目の最後に来ました。立ち上がり鎖3目の次のこの最初の目に糸を引き抜きます。これで、3段目32目編み終えました。そしたら4段目は、立ち上がり鎖3目編んで、1目おきに増し目をしていきます。これが長編み1目として長編み1目として数えるので、次は長編みの増し目1目の中に2回長編みを入れます。次は普通に長編み、隣の目に今度は2回長編みを編みます。次は1回長編み編んで、次の目は長編みを2回編んでいきます。これを繰り返して48目編んでいきます。4段目の最後に来ました。そしたら立ち上がり鎖3目の隣の最初の目に針を入れて糸を引き抜きます。これで4段目48目長編みを編み終えました。そしたら5段目は、増し目なく長編みを48目編みます。立ち上がり鎖3目も長編みの1目として数えるので、長編みをあと、47目編んでいきます。これで、3目長編みを編んだことになります。5段目の、最後に来ました。そしたらまた立ち上がり鎖3目の隣の最初のこの目に針を入れて糸を引き抜いて、これで5段目が終わります。6段目は2目おきに増し目になります。立ち上がり鎖3目編んで、最初の目は長編みを1目編みます。これで長編みが2目編んだことになります。そしたら次の目は長編みを2回編み入れます。同じ目にもう一度長編みを編みます。こ
これで1目増し目ができました。そしたら、次からの2目は普通に長編みを1目の中に1回ずつ長編みを編みます。そしたら次は増し目、1目の中に2回長編みを編み入れます。このように、2目おきに増し目、2目おきに増し目、これを繰り返し編んでいきます。そしたら6段目の最後に来ました。最後の目は増し目で終わっています。そしたら立ち上がり鎖3目の隣のこの最初の長編みの、頭に針を入れて糸を引き抜いて、これで6段目が編み終えます。64目になりました。そしたら、7段目8段目は増し目なく64目長編みを編んでいきます。3目、これで3目長編み編んだことになります。4、5、8段目の最後に来ました。そしたらまた、立ち上がり鎖3目の隣の長編みの最初の目の頭に針を入れて糸を引き抜いて、これで8段目64目編み終えました。そしたら9段目は斜め置きに増し目をします。立ち上がり鎖3目編んで長編みを6目編んだら増し目をします。4、5、6、2、4、6、7、これで、立ち上がりの鎖3目プラス長編み2、4、6目で、全部で7目編んだら、長編みの増し目同じ目に針を入れて2回長編みを編み入れます。そしたら次からは長編みを7回7目編んだら増し目、7目編んで増し目を8目目で増し目を繰り返します。ここが増し目だったので2、4、6、7目、この8目目で増し目をします。このように繰り返し編んでいきます。そしたら、10段11、12段は増し目なく72目長編みで編み進めてください。12段目の途中まで来たんですけど、糸があとこのぐらいしかないのでつなぎ目を紹介します。長編みの途中まで編んだら新しい糸を用意して最後に、普通だったらこう引き抜くんですけど、新しい糸端を持って糸を引き抜きます。そしたらこの2本の糸端を一緒に編みくるんで
きます。針に糸をかけて目の頭に入れたら、針の上に糸端を乗せて長編みを編みます。針に糸をかけて目の頭に針を入れて、針の上に糸端を乗せて長編みを編みます。このように糸端を一緒に編みくるめばいいと思います。そしたらだいたい10目もいけばいいので、あとは糸端を外して普通に長編みを編んでいってください。はい、そしたら12段目が編み終えました。次からは細編みで3段編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら細編みを編んでいきます。普通に1目の中に1回ずつ細編みを編んでいきます。この立ち上がりの鎖目は目数に入れないので、全部で71目編んでいきます。はい、71目編んできました。そしたら最後は立ち上がり鎖1目編んで、最初の目のこの頭のところに、糸を引き抜いて絞って、これで細編みの1段が終わります。そしたらあと2段編み進めてください。立ち上がり鎖1目編んで1目ずつ細編みを編んでいきます。細編みを3段編んだ最後の目に来ました。そしたらまた最初の目に針を入れて糸を引き抜いて、これで終わります。糸を始末する分を取って糸端カットします。そしたらそのままとじ針に糸を通して裏側を見て始末していきます。このように針を一目戻す感じで編み地に糸を通して糸の始末をしていきます。このぐらい始末したら糸端をカットしてください。あと、途中で、つないだ目も編みくるんだので、そのまま出てる糸端をカットします。そしたら最初の編み出しの糸端も始末します。こういう感じで巻いたので、方向
糸端の方向にこのように編み地に針を通してこういう感じに縫い付けて、ちょっと1周以上通したらカットしてください。はい、これで完成しました。